塀のある和風のお屋敷を作るよ。こんにちは、みくらです。今回は塀がある少し大きめのお屋敷を作りました。結構いい感じになったかな？というわけで和風建築村の奥に作ります。こちらは事前に整地しておきました。最初に母屋を作ります。大きさはこんな感じにしてみました。赤いところが柱、白いところが壁になる予定です。早速赤い位置に柱を立てていきます。使う建材はダークオークの原木です。高さは6ブロックです。柱を立てるだけなので倍速中。いい感じ。次に白いブロックの上に泥ブロックの階段を設置して基礎にします。玄関になるところだけ開けています。柱の一番上をつなげて先を出っ張らせます。これで1階の柱ができるので、次に床を作ります。床の建材は多くの木材を使用します。そういえば今回の建築で、和風建築村の建物が5軒目になります。ずっと西洋建築ばかりしていたので、楽しいです。このまま和風建築村から一大都市になれるように、建物を増やしていこうと思います。まだスカスカ。壁に使っている素材もオークメインです。サイドに樹皮を剥いだオークの原木。上下にオークの階段を使用しています。今回も和風建築なので、窓には西洋っぽいガラスは使わず、障子や格子っぽく見えるように、頭皮のフェイスとフェンスゲートを使います。玄関の上はフェンスにしました。フェンスを縁側にも使ってみます。空いているスペースにフェンスを置いて、頭皮のトラップドアを置くだけのシンプル設計。玄関側はこんな感じ。1階の天井を多くの木材で作っていきます。いい感じ。これから2階の柱を作ります。1階と同様に赤い羊毛の位置に原木を6ブロックの高さに設置します。作りはほとんど1階と一緒なので、さらに倍生やしています。これで2階の大きさが決まったので、1階を仕上げていきますね。火の消えた焚き火を使ってたるきを作ります。出来上がったら新双眼レンガのハーフブロックで、ぐるっと1階屋根を作りますね。焚き火が上から見えないように隠す感じです。建物全体が O の形で、屋根が作りにくいので、空いているところだけ三角屋根にします。ランタンをぶら下げたらいい感じになるかな？ 1 階の屋根はこれで完成。これから2階の床を多くの木材で作ります。天井と床で合わせて2ブロックの高さにするのが好きです。下の階にむき出しにならずに、光源を隠して、カーペットを置けるのがお気に入り。壁の作りもほとんど1階と一緒。O の出っ張っている部分はベランダにします。手すりはフェンスゲートと茶色いカーペットを組み合わせています。2階の窓もフェンスをメインに作ったら、屋根を作りますね。毎度おなじみたるきを作ったら、新双眼レンガのハーフブロックで三角屋根を作ります。大きめのお家で普通の三角屋根だとのっぺりしちゃいそうなので、柱の上の部分だけ 0.5 ブロック分高さを上げて作っています。それじゃあせーの。柱の上の部分だけ 0.5 ブロック分上げて作りたいので、開けておきました。これで屋根が完成しました。これから屋根裏の壁を作ります。使う素材は1階、2階の壁と一緒で、樹皮を剥いだ多くの原木とフェンスをメインに使用します。フェンス多すぎると変かな？多くの階段も置いておこう。反対側の屋根裏も同じように作りますね。ベランダがちょっと寂しいので装飾します。光源を頭皮のトラップドアで隠して、草を生やして植木鉢にしますね。あとはランタンや草ブロックを使って装飾。これで母屋は完成です。これから離れの茶室を作ります。縁側を通っていけるようにしたいので、母屋のこちら側を開けておきました。頭皮のフェンスとトラップドアで縁側を作って、茶室の大きさは決めていないのですが、畳の部屋の大きさはこのくらいでいいかな？とりあえずこれで柱を作ってみます。母屋と同様、赤い羊毛の位置に原木で柱を作っています。畳は
は緑色のコンクリートパウダーを敷き詰めています。茶室の周りを縁側で囲みたくなったので、柱を少しだけ手直ししています。縁側を雨から守るために、一回り外に柱を作っています。縁側ができました。少し大きめの茶室になりましたね。これから屋根を作りやすいように、4隅の柱を同じ形に手直しします。たるきを作ったら、今回は小さい平野の建物なので、シンプルな紅葉屋根にします。屋根の素材は母屋と同じ、新双岩レンガのハーフブロックです。同じ敷地内の建物なので、素材はあまり変えないようにしています。屋根が完成しました。壁くらいは素材を変えてみようかな。ということで雪ブロックで壁を作っています。和風建築独特の丸い障子を再現したいのですが、マイクラのこのサイズで窓を作るのって難しい。ドアサイズっぽいけどこんな感じでいいかな？逆光で暗くなっちゃっていますが、雪ブロックと頭皮の階段ブロックで円にしています。白い旗を使ったら障子っぽくなるかな？いい感じ。出入りができるタイプの窓。こちらも同じように作りますね。母屋側の壁は茶室の入り口にします。ダークオークのトラップドアと頭皮のドアを使って、幅4ブロックの大きさで作りました。あとはランタンで装飾したら、茶室の建物自体は完成です。滑らかな石のハーフブロックを縁側に置きます。急にそれっぽくなって好き。母屋に続く廊下と母屋の縁側にも置いておきます。どちらも建物が完成したので、周りを装飾していきます。邪魔にならない場所に竹を植えまくりますね。茶室の前のスペースが空いているので、池を作ります。和風の池にするために小さめでごちゃごちゃさせたい。水蓮の葉や小さなドリップリーフ、大きなドリップリーフ、サトウキビなどを使って装飾しますね。池の大きさはこんな感じでいいかな？早速装飾していきます。池は葉っぱの上を飛んで遊べるようにしたいな。池忘れ。後で遊んだらドリップリーフが意外と難しかったです。いい感じ。周りはツツジの葉ブロックや、丸石、苔石のハーフブロックで、囲んでデコボコさせます。あとは周りをサトウキビや竹で、装飾していきます。サトウキビや竹、グローベリー。どれも装飾用に小さいサイズで、作りたくても、自然に伸びてしまうんですよね。なので屋根の下ギリギリに作ったり、クリエイティブモードであれば、バリアブロック、で伸びないようにしています。最後に塀で囲みます。赤色と白色の羊毛で、柱の位置を決めていますが、こちらは建物を囲うだけなので、適当に決めています。使用する素材もこれまでの建物とあまり変えないようにして、柱に原木、壁に雪ブロックとフェンス、トラップドアを使用します。上も同様に新双岩レンガのハーフブロックにしますね。角は重ねてトラップドアを置けないので、草ブロックで植木みたいにしますね。周りを壁で一周囲みました。作り方は全部一緒です。玄関側から見てみてもいい感じ。玄関用の門を作るよ。と言っても素材は一緒で、置き方を変えるだけです。こんな感じに置きます。物足りないのでここも草ブロックで装飾します。和風のシンプルな門ですが、お気に入りスポットになりそう。フェンスとトラップドアで、上下に開閉できる感じにしてみます。母屋までの道に砂利を敷いて、お花を置きまくったら完成です。
次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。